こんにちは、レイト開発の K です。今回の動画はですね、このシルバーの方のジムニー、ちょっと前まで緑だったんですけど、前回の動画でシルバーになりました。このシルバーのジムニーですね。こっちをカスタムをちょこちょこ進めているんですけれども、いよいよこれにメタルアップグレードパーツセット。これですね。このホーシングだったり、あとこのベアリングだったり、フルベアリングになりますね。その他、もろもろ、ご存知の方が多いとは思うんですけれども、こういうナックルだったり、もちろんプロペラシャフトも、こういういろんなパーツですね。いろんなパーツがもうフルメタルになるみたいな、そんな感じなんですけれども、このメタルアップグレードパーツセットを取り付けていきたいと思います。で、このメタルアップグレードパーツセットの、組み付け方なんですが、結構前の動画になりますかね、もう。結構前の動画でかなり詳しく解説はしてます。で、正直それとそんなに大きくは変わりませんが、この C74、WPL ジャパンの C74、JA11 ジムニーですね。これでラジコンを始めたっていう方だったり、初心者の方が非常に多いっていうのがあるので、もう改めてですね、この C74、JA11 ジムニーにメタルアップグレードパーツセットをもう組み込むのを改めてやると。で、これですね、初めて組み付けるっていう時に、組んだことある方はわかると思うんですけど、初めて組む時にですね、結構大変なんですよ。結構苦難の道なんですけれども、特にこういうラジコンの組み立てみたいな、こういう工作系のことですね、そんなに得意じゃないよっていう方にとっては結構大変なんですが、その分ですね、取り付けた時のもう効果が絶大ですし、あとは、なんていうのかな、所有欲というか、それの満足度みたいなのがすごい高いんですよね。もう全部、この辺が、こういうところですね。こういうところがメタル化されちゃうんで、もうすごい、自分のマシンがですね、良くなるんですよ。説明難しいんですけど、わかりますよね、でも。こっちが、本当にドノーマルなんで、ちょっとこっち見てもらうと、これかな。総プラスチックじゃないですか。WPL のラジコンって、かなりコスパが良くて、このままでももちろん楽しく遊べるんですけど、さらに良くするっていうところで、やっぱりメタルアップグレードパーツセットっていうのは、正直ちょっとお値段はしちゃうんですけど、その分ですね、本当にいろんな部分、このホーシング、プロペラシャフト、でこのちょっと隠れて見えないですけど、このナックル、こういうところがですね、本当に一通り全部金属になって、本当にここからが本番みたいなところがありましてですね。で、この動画では、もうこれを僕はちょっと、いつも通り組み立てる感じでいきます。なので、以前上げてる、メタルアップグレードパーツセットの組み付け方の動画に関しては、結構かしこまった感じで丁寧にやってるんですけど、もちろん今回も、作業自体は丁寧にやります。ただ、順番ですね。順番ちょっと適当にやっていくんで、これを見ていただきながら組んでいただけば、このジムニエのメタルアップグレードパーツセットの組み付けに関しては問題なくできると思いますので、良ければですね、ちょっと実際に組むよっていう方は、この動画お付き合いいただきながら、一緒にですね、組んで、見ていただければいいんじゃないかなと思います。で、早速作業は始めていきたいんですが、その前にもう一つだけちょっと説明があって、今この動画が上がってる時点では、メタルアップグレードパーツセットですね。4種類出てるんですよ。4種類。で、結構種類が増えちゃったんで、購入ページの方ですね。うちのオフィシャルサイトの購入ページの方では、メタルアップグレードパーツセット各種っていう風にさせていただいて、前は、3種類あって、それ別々で販売してたんですけど、今4種類になったんで、もう一つのページにまとめて、そこから、この車種をお持ちの方はそれに合わせてこれを購入してくださいみたいな形になってるので、もちろん、ジムニー用も今ありますので、そこからですね、ジムニー用のメタルアップグレードパーツセットを購入していただいて、使っていただければと。何が違うかっていうと、この、プロペラシャフトですね。この、プロペラシャフトがジムニー用のサイズが出ましたので、これを含んだメタルアップグレードパーツセット、付属のプロペラシャフトの長さが62の72っていうやつが今
ラインナップされてますので、よければですね、それを購入していただいて、このジムニーに組み付けていただければと思います。はい、じゃあ今回も実際にこの付属のメタルプロペラシャフトが62の72っていうサイズのやつ、これをですね、組み付けていきたいと思います。じゃあとりあえず、ウォーミングアップでメタルプロペラシャフトから組んじゃいましょうか。はい、これですね。これがプロペラシャフト。これを、こういう小皿かなんかに入れて、なくさないように作業を進めていただくといいんじゃないかなと思います。で、これですね。なんかこういう細かいパーツが入ってると思うんで、これも開けてもらって、で、こういうパーツにですね、で、これですね。このシャフト。これをですね、この丸いとこがあると思うんで、これをここにこうはめるんですよ。こうはめるんですけど、ここでこう動くようにしたいですね。プロペラシャフトがこう、どういう角度でも、こう、動力が伝わるようにしたいというので、ここにですね、クロススパイダーっていうのを入れるんですけど、それがこういうやつです。こういうやつ。これを、この丸の中にこう入れるんですよ。こうやって。スポッって感じ。で、ちょっと説明のために先に一回ちょっと通してみますね。このちっちゃいシャフト。これを、今入れたこのパーツに、こういう風に入れたいんですよ。だからこれを、今、説明のために先に入れちゃったんですけど、ちょっと一回抜きますね。このシャフト抜いて、これもちょっと今一回取ります。これですね。これを、ここに入れます。で、さっきみたいにシャフト通したいんで、穴は横向きの状態ですね。こう見たら、ここからシャフトを通せるように、なるべく穴は横向きの状態で、これをかぶせます。で、このカップの横に、ちょうどこのさっきのシャフトが入る穴が開いてると思うんで、ここに入れます。入れて、で、さっきの穴に通してください。ちょっと通しにくい場合は、これちょっと、前後にこうカチャカチャやりながら、こう通してあげると、結構通りやすいんで、こんな感じで。そうすると、さっきのシャフトがここに入りましたよね。この、丸いスプリング。こういうのが入ってると思うんで、これを、ここに入れるんですよ。こうやって。で、ここグッてやると、ちょっと力必要ですけど、これをですね、グーッと入れて、わかりましたかね、今。さっきのピンが出ないように、このスプリングで、こう、押さえたっていうことですね。それでもうピンが出なくなったんで、こう、これ完成なんですけど、片方が。ちゃんと、こう、斜めでもくるくる動くようになって、で、ピンが外れない状態。っていうことですね。で、この時点でちょっと僕今撮影しながらなんで、あんまり手をベタベタに できなくて、ちょっとカメラのスイッチとか触んなきゃいけないんで。グリスアップはちょっと最後にするんですけど、本当は丁寧にやりたいので、こう一個一個組みながらですね、グリスを塗ってほしいんですよ。で、僕が個人的におすすめのグリスは、このデューロの金色のやつ、9022ってやつがあるんですけど、これがおすすめ。もしくは、ちょっと今探してパッと出てこなくてすいません。写真出しておきます。この紫のやつ。紫のラインの入った7018っていうグリスがあるんですけど、金属向けのやつですね。デューログリスの。このどちらかがおすすめです。で、この時点で、こう、先の細いマイナスドライバーか何かで、ここからこうすくってですね。で、ここに、ブニーって詰め込んどく感じがいいと思います。もしくは、これでも全然大丈夫です。ベースオイルのやつ。デューログリスのシリーズのベースオイル。これだけでも、このペースト状のグリスがやっぱり一番は一番ですけど、頻繁にお手入れできる方はこれをちょんって刺しといて、で、走行するごとにまた一滴ぐらいで大丈夫なんで、ここにちょんって垂らしとくっていうのでも大丈夫です。
まあ、いずれにせよグリスアップするっていうことと、その塗布したグリスを切らせないっていうのが重要なので、もちろんこのデューログリスじゃなくてもいいですよ。このデューログリスじゃなくて、いつもこういうところにはこういうの使ってるよっていうのでも全然 OK なんで、とにかくグリスを塗るようにしてください。ちょっと今回は撮影の兼ね合いで、最後に塗ります。じゃあ続きいきますね。こっち、インナーシャフト。ここにこうやって入るやつですね。これも、同じように、こう、片側が玉になってるんで、このカップはさっきと一緒ですね。同じ、このカップに、これをさっきと同じように組み付けます。じゃあちょっと、ささっとやってみますね。さっきと同じ作業ですが、繰り返しやってみます。ここに、このパーツですね。このパーツを入れますと。で、入れたときに、ちょっとこう向きを調整してですね、横に穴が来て向こう側が見える状態。これが好ましいですね。この状態で、このカップ入れて、で、シャフトですね。シャフトを、この穴から、横の穴からこう入れます。で、入れたときに、こう、ちょっと揺らしながら、こんな感じで、揺らしながら、こう入れてあげると、こんな感じで、ちょっとこっち側、今、途中まで入りましたけど、こんな感じで片側が出てて、こっち出てきてないっていうのは、しっかりはまってないんで、それは気をつけてください。こう、しっかり、プツって最後入るんで、そうすると、こっちも、こう、辛い位置っていう言い方すると思うんですけど、こう、ちょうどこの面にぴったり。で、反対側も、この面に、こう、ぴったり。この状態じゃないとしっかり組めてないです。この状態で、このスプリングですね。これを、こうグッと入れます。はい。これで、一応、こうちゃんと動くかっていうのをチェックして、完成ですね。で、このアウターとインナー、これをこうやって斜めにすると入るんで、こんな感じですね。これで1本のプロペラシャフトが完成です。まあ実際取り付けるときに、ここに芋ネジっていうのをこう、ねじ込むんですけど、一旦これでいいかなと思います。この状態で完成ですと。はい、じゃあ同じ作業でですね、これをこうもう1本分あるはずなんで、パーツが。これ組みます。はい、これで2セット目ですね。2セット目が完成しました。はい、じゃあ、これでもうウォーミングアップです。大丈夫ですか？この、初めて組んでる方ですね、特に。これ結構これでウォーミングアップって感じです。苦戦しましたか？大丈夫ですかね？はい。じゃあ、次行きますね。はい、じゃあ次に、実際にこのアクスルですね。アクスルの組み立てをやっていきたいと思うんですけれども、こっちがフロントですね。この人すいません。ちょっと見づらいんで動かしますね。これがフロント用。で、こっちがリア用。で、どちらから組んでも全然問題ないんですけど、初心者の方はですね、こっちから組むのがおすすめかなと思います。こっちの方が結構難しくて大変なんですよ。当然フロントなんで、ステアリング機構、タイヤがこう、左右に曲がる機構がついてるんで、これですね。こうやって右左って曲がんないといけないんで、この機構がある分、ちょっと複雑なんで、こっちは。こっちからやるのがいいと思います。じゃあ、こっちから組み立てていきますね。で今ちょうど取れましたけど、これが。これ今、ポロッと取れましたけど、これ外してください。両側。この状態。で、ここですね。このネジを外していきます。このメタルパーツはですね、ネジが結構長いんで、こういう電動工具があると楽です。楽したい方、ぜひご検討ください。まあ、こんなちょっとの作業のために買うのはもったいないですけど、もう、これはラジコンにどっぷりハマったと。で、長くやりそうだという方はですね、まあ、ネジ回すのがもう好きでしょうがないっていう人は全然いいと思うんですけど、ちょっと面倒だなっていう方はおすすめです。
ただ、他の動画でもよく言ってますけど、若い子は使っちゃダメですよ。おじさんからです。若いうちは、このネジを回す筋肉を鍛えないといけないんで、これ使っちゃうと、それが鍛わらないんで、おじさんになった方で、楽したいなって方はぜひ。結構お値段もしますので、なんて言うんでしょう。どっぷりハマって、長くやるぞって方におすすめ。長くやるおじさんにおすすめですね。はい。で、これ、ちょっと今、取っちゃった。これも取って、ネジ4つ取りました。これも取ります。そうすると、もなか合わせになってるの、これ割れるんですよ。パカッと。これで、やっと組み立てが開始できるっていう状態ですね。はい。じゃあやっていきます。ゆっくりやりましょうね。これ正直僕も大変なんですよね。なんでかっていうと、カメラに見せながら、このメタルアップグレードパーツセットを組むって結構大変なんですよ。だから、ちょっと、この動画そもそも初心者の方向けなんで、一緒に、ゆっくりやりましょう。じゃあこれですね。この、なんか長いシャフトが入ってるやつ。こういうのがあると思うんで、これ開けて、パーツ出します。あと、とにかくネジがいっぱい入ってるやつ。これも出しておきましょう。あとこれ、金色のギアがいっぱい入ってるやつ。これも出しておきます。あとこのベアリングと芋ネジがいっぱい入ってるやつ。これですね。これも出しておきます。これはこの辺に。ちなみに、このトレイとか、これもトレイか。このトレイですね。全部100均です。これはもう見ての通り、こういう金属製のバットっていうか、トレイですね。あとは、これ結構便利で、これ何かっていうと、トレイとしては売ってないんですけど、100均の観葉植物コーナーに、鉢の下に引くお皿として売ってるんですけど、何個ぐらいだっけな？なんか、5個ぐらい入って100円みたいな。一番ちっちゃい観葉植物用のお皿なんですけど、100円でなんか5個ぐらい、なんか束になってるやつがあるんですよ。それを最近よく使ってます。これ結構便利ですね。あとこれか。これはわかりやすいと思います。この、なんか赤いパーツ。これが入ってる袋。これも開けておきましょう。はい。じゃあ、いきます。これですね。これ開けて、で、この長いシャフト2本あると思うんですけど、一番長いやつですね。こっちですね。こっちがリア用です。で、このシャフトを見たときに、この D カットって言って、なんか切り欠きがあると思うんですね。これが真ん中じゃなくて、ちょっとどちらかに寄ってるんですよ。で、今、これは画面で右寄りになってますね。真ん中この辺なんですけど、右寄りに D カットがあります。この向きに対して、このギアをこう入れます。この向きで。で、ちょっと仮止めで、この芋ネジですね。あれつかない。こういう時は、皆さんご存知ですか？着磁器。デュールで販売してます。はい。こうやってやると、こうつくんですよ。すごくないですか？これはすごくないか？着磁器。すごいのは、こっち擦ると、くっつかなくなるんですよ。あれ、くっついちゃった。ちょっとちょっと待ってくださいね。こうする。これ今、めっちゃ強くつきましたね。スポって。これがですね、こっちをこう擦ると、こう、つかなくなるんですよ。これすごくないですか？はい、じゃあ続きいきます。もう一回つけとこう。はい。この芋ネジですね。芋ネジを、こんな感じで先っぽにつけて、1.5 ミリの X です。六角ですね。で、さっきのこの D カット
D カットのところに、これを、こうちゃんと被せて、でそこにめがけて、こうですよね。ここに、この D カットにめがけて、このネジがですね、芋ネジが、ゴンって当たらないと、効かないので、そこだけ注意しながら。まあ、仮止めですけどね。あと、これ他の動画でもちょこちょこお伝えしてるんですけど、こういう金属のネジ穴にこういう金属のネジをこう入れるっていう時、こういう時はですね、なんか斜めに入っちゃったら怖いじゃないですか。なので、おすすめのやり方は、こう当てがって、いきなり時計回しにするんじゃなくて、反時計回りにちょっと回します。そうすると、時々、コツって言います。こうやって、この反時計回りに回して、コツっていったところでこう回してあげると、まあ、ほぼほぼ 100% ちゃんと入りますので、このやり方結構、特に慣れてない方はおすすめですね。で、さっきの D カットめがけて、芋ネジをねじ込みますと。で、仮止めなんでそんなにギューギューここでは締めなくていいです。軽くでいいです。で、今度、このちっちゃいベアリング。ちっちゃいベアリングを、右と、左から。右と左って、よくわかんないですけど、両側から1個ずつ。で、この外側に D カットしてあるところがちょっと入りにくい場合があるんで、そういう時は、ギューってやると、基本的には入りますけど、こうやってやれば。あまりにもきつい場合は、こう、ヤスリでちょっとこう、ちょっと実際にやってみましょう。こういうペーパーヤスリ。なんでもいいです。まあ、番手が一応あるので、1000番とか1200番だと全然削れないんで、600とか800ぐらいがいいと思うんですけど、そういうのでですね、こうちょっとこう、グリグリグリってやってあげると、こう入りにくかったベアリングが、比較的こう擦るじゃないですか。まあ、擦りすぎると、このシャフトが痩せちゃうんで、そこはちょっと気をつけていただきたいんですけど、まあ、今みたいにザクザクザクってやったぐらいで、ここはですね、まあ、比較的入りやすくなりますので、まあ、入るようになるまで削ってあげてください。まあ、基本的にはある程度力入れてグッてやれば、バツッと入るんで、大丈夫かなとは思うんですけど、はい、こんな感じ。金色のギアの右と左に、ちっちゃいベアリングが1個ずつ入りましたと。で、次に、これですね。このワッシャー、丸い輪っか。これをですね、同じく、両側から1枚ずつ入れます。はい、1枚ずつ入れました。これで、一旦ここに収めてみましょう。全部ぴったり合わせた状態で、ここに入るんで、こう入れます。で一応、スムーズに回るかっていうのをチェックして、で、この時点で、この左右の出具合が同じになるようにしてください。これは、多分、このケース、このケースですね。このケースの端から端までに対して、このシャフトが左右1ミリずつぐらい出ると思うんですよ。その出具合をなるべく一緒にしましょう。で、今そうこうしてるうちに、ここ、ワッシャーが外に出ちゃってますね。これ良くないですね。これはちゃんと中に収めましょう。こんな感じで。これが正しいですね。ちょっと見づらいと思うんですけど、ちっちゃいベアリングとワッシャーがちゃんとくっついてる。ワッシャーだけ外に出てるとかっていうのがないように、両側ですね。両側注意してください。で、さらに、ここにちっちゃいベアリングが入ります。なので、合計4つ使いますね。はい、この状態です。ここはこうですね。このベアリングがしっかりこちら側にグッと入ってる状態。形状、このケースの方の形状をよく見ていただくとわかると思うんですけど、このちっちゃいベアリングがちゃんと収まる場所があるんですよ。こんな感じで。ここにちゃんと収まってるか。
反対側も一緒ですね。ここにちゃんと収まってるか。これを確認してください。で、こういうパーツを取り付けるんですけど、これがつくと分かりやすいと思います。こんな風になるんですよ。この状態にしてください。で、ちょっと、これ、後でつけますけど、ここでですね、ちょっと微調整というか、本締めをしたいんですね。これの。で、もう一度見直してほしいのが、この左右、シャフトの左右の出具合が一緒ぐらいかっていうのを見ていただいて、一緒ぐらいじゃなかった場合は、ここですね、この芋ネジを緩めて、で、こう横のズレですね。これを調整してください。で、まあ、そんなにめちゃくちゃ厳密じゃなくてもいいんですけど、そもそも若干ガタもあると思うんで、まあ、大体同じぐらいかなっていうところにしといてっていうかごめんなさい。先にあれか、ネジロックつけといた方がやりやすいですね。で、おすすめはこれです。ネジロック台。ロックタイトさん。もう、その筋では有名どころですね。ロックタイト。243ってやつで。まあ、これ好みがあると思いますが、僕はいつもこの中強度ってやつを使ってます。もちろん、この付属してるやつでも、一応できるのはできるんですけど、まあ、これ正直おまけ程度なんで、できれば、まあ、これ使っていただいてもいいですけど、できればこういうちゃんとしたやつ使っていただくのがいいかなと思います。プラモデルとかもそうじゃないですか。なんか、メーカーさんによっておまけの接着剤ついてますよね。あんなイメージなんで、まあまあ、普通はちゃんとした接着剤別で用意して作ると思うんですけど、やっぱりこういうのはですね、できればご用意していただいて、その筋の専門メーカーさんみたいなのがあるんで、まあ、このネジロック剤で言えば、このロックタイト。まあ、こういうのをご用意いただいて使っていただくのが一番いいんじゃないかなと思います。はい。じゃあ、これ、ネジロック台つけますね。めちゃくちゃちょっとでいいです。ごま粒の半分ぐらいで大丈夫です。こんなもんで大丈夫です。これよくつけすぎちゃって、ウッド社長みたいな人がですね、つけすぎちゃって、ワイルドだから。で、取れませんってなっちゃうのが結構あるんですけど、本当にちょっとでいいですね。で、さっき言ってたこの左右の出具合、だいたい均等になってるかなっていうのをチェックしながら、ここですね。で、なおかつ D カット、平らな面にめがけて、ちゃんと締め込めているかっていうのも確認しながら、締め込みます。で、ここ緩むの怖い場所なんですけど、そんなバカ力で締めなくていいです。ちょっとこれどうしても画面で伝えづらいですけど、今、軽く締めてって、止まりました。止まったところから、グッグッグッ、これぐらい。で、なんか、オラーみたいな風に締め付ける必要はなくて、なぜかというと、ネジロック剤をちゃんと打ったからですね。これで全然大丈夫です。こう、なんていうの、ギュぐらい。これはちょっと伝えるの難しいですね。どうしてもこの辺は慣れも必要なんで。まあ、その、バカ力では締めないでください。なぜかというと、この 1.5 ミリっていうこの芋ネジ、すごいちっちゃい存在じゃないですか。それは大の大人が、オラーとかってやったら、こう舐めちゃうんですよ。このネジの穴が、こう六角形になってるのが、ぬるって滑って丸くなっちゃうんで、そうならないように気をつけて、適度に締め込んでください。はい。これで、まあ、一応こう、ちゃんとスムーズに回るかっていうのをチェックしつつ、今度は、これを取り付けていきます。アクスルですね。アクスルって言うんですけど、これを取り付けていきますが、これもやっぱり芋ネジがありますので、芋ネジですね。芋ネジを、ここにこう入れるんですけど、ここもやっぱり緩むと怖いんで、ネジロック剤を使って取り付けたいです。ここにこう取り付けていくんですけど、ここもやっぱり D カットがありますので、これですね。この D カット。ここにめがけて芋ネジを打つと。で、この時に、今回は使わないんですけど、結構おすすめなのが、僕はですね、いつも個人的に組むときは、ここに、これ、
このワッシャーですね。これを1個入れてます、ここに。このベアリングとこのアクスルの間に1枚入れてます。まあその方が、ベアリングの構造上ですね、この前面がビシッと当たるより、内側の方にですね、こう、ワッシャーがちょっとちっちゃいんで、ベアリングの内側にだけ当たるんですよ。まあちょっとその辺の話するとまためちゃくちゃ動画どんどん長くなっちゃうんで、今回は省きますけど、もしですね、より丁寧に組みたいなって方は、このワッシャーだけで売ってるんで、このワッシャーセットを購入していただいて、こういう要所要所ですね、結構使えるんで、ここで言うと、今言ったように、ここに1枚かませるって言うと、結構よりスムーズになるかなって。まあ、僕個人の考えなんで、全然、今回はそこはスルーで組んじゃいますけど、1枚入れるっていうのもおすすめかなと、個人的に思ってます。はい、じゃあ、ここはですね、ちょっと一旦やりますね。基本的にはゆっくり、じっくり組んでいただきたいんですけど、ここは若干ゆっくりできないです。なんでかっていうと、こう片方、締めて、で、もう片方とちょっと調整したいんですよ。ちょっとやってみますね。ここ、紐ネジ入れます。D カットめがけて、ちゃんと締めます。で、ちょっと急ぎ目で、5分10分放置しちゃうと、このネジロック剤が結構固まってきちゃうんで、若干急ぎ目で、はい、ゴマの半分ぐらい。で、ここですね。ここ、D カットめがけて、打ち込むと。で、この時点で、左右のガタが、本当にちょっとカタカタぐらいにしてほしいんです。で、なおかつこれがスムーズに回る状態。これぐらいは。これを、アクセルをギューッと押し込んだままグッと締めちゃうと、ここがですね、周りが悪くなっちゃうことがあるんですよ。その場合は、まだ乾いてない状態、まだ固まってない状態なんで、ちょっと緩めて、こう、少し、本当に少しですね。これぐらい。ちょっと画面で分かりづらいと思うんですけど、ちょっと揺らしますね。これぐらい。これぐらいのガタがある状態。で、これがスムーズに回るよっていう状態。これがこのマシーです。で、この状態で本締め。まあ、本締めといってもここと一緒ですね。ここと一緒で、もうアホみたいに回す必要ないです。もう、グッ。こっちも、グッ。これぐらい。ちょっと、これぐらいってやるても、どれぐらいだよって感じだと思うんですけど。はい。ほどほどですね。ほどほどにして、で、今度はここから、これですね。これをこう合わせていくんですが、これ、今回は大丈夫ですけど、稀にですね、これを組んでこう回したときに、ここがちょっと干渉しちゃってる場合があるんですよ。ここ。ザザザザって。これ全然今回当たってないですけど、たまに当たっちゃってる場合があるんで、その場合は、正直そのまま組んでも動いちゃうのは動いちゃうんですけど、気持ちのいいものではないと思うので、その場合はここをヤスリで削ってください。ちょっと今回当たってはいないんですけど、実際に削ってみます。こういう時にこういうペーパーウエスっていうのがあると便利です。ホームセンターに行きます。ペーパーウエス。車用品とかそういうところにあるんじゃないかな。これで、敷いといて、だいぶ白飛びして見えづらいと思うんですけど。で、金属に使っても大丈夫なこういうヤスリですね。当然金属用というか金属も大丈夫ってやつを使っていただきたいんですけど、ここに、ここですね、ここの平らな方。こっちなんか台形みたいになってると思うんですけど、こっちじゃなくて、このギアが当たっちゃってた方、ここを削るんで、こうですよね。こうで、こっち。結構大胆にいきますけど、僕。こんな感じで。はい。こう、粉が出ましたね。ということは削れてるってことですけど、ちょっと一回合わせてみましょうか。こんな感じ。今、右が削った方です。左が削ってない方。ちょっと段差ついたの分かります？こんな感じで、もちろん当たらなくなるまで削るという感じですね。ちょっと、ここの穴に繋がりそうになっちゃうと思うんですけど、僕、あれですね、繋がっちゃったら繋がっちゃったでそのまま組んでます。全然、こう繋がっちゃってても、左右で止めるところがちゃんと
こういうパーツを介して止めるので、ネジがずれるってことはありませんので、まあ問題ないかなっていうので、つながっちゃったらつながっちゃったで気にせず組んでます。はい、じゃあここからですね、今回本当は干渉なかったんで削る必要なかったんですけど、ちょっと見本というか参考にですね、ここ片方削りましたので、段差がついたままになってます。なので、ちょっとここの段差ですね、揃えていこうと思います。これは本当に個体差のある部分なので、先ほどのようにですね、これですね。これをこう実際にここにはめてみて、両方こうかぶせて、で、この状態でですね、ここが干渉なく、かなりギリギリではあるんですけど、干渉なく、ある程度スムーズに回っているかなっていうのを確認して、それが問題なければ、もちろん削る必要はないですよ。削る必要はないんですけど、個体差があるので、もし干渉してしまっている場合は、削ってくださいという形になります。じゃあちょっと揃えますね、これ。はい、これである程度揃いましたので、問題ないかなと思います。で、この時点でですね、ちょっと合わせてご紹介しておきたい、ちょっとした工夫っていう感じで、これも道具があればぜひやってほしいなっていうところになりますので、もし、ドリルですね。ドリルが必要になるんですけど、ドリルないよっていう場合は、やらなくても大丈夫です。一応、どんなことをやるかっていうのを、ドリル持ってないよっていう方も、ちょっと参考に見ていただければと思うんですが、これですね、このパーツを一旦こう仮に取り付けます。仮組みの状態にしていただいて、で、ちょっと本当に注意していただきたいのは、これはやっちゃダメです。今からちょっと穴を通すんですけど、これはメスネジがついてますので、これをドリル通しちゃうとネジが全然効かなくなってしまいますので、これは絶対にやらない。で、やるのは、ちょっともう一度繰り返しますけど、このアクセルのハウジングケースですね。これをモナカ合わせにします。で、つけるのはとりあえずどちら側からでも大丈夫です。こっちからつけてもいいですし、こっちからつけてもいいんですけど、一旦こう仮組みをして、で、ここ今隙間ないんですけど、ちょっと状況によってはですね、この赤いパーツの塗料が分厚すぎて、ここにこう隙間ができちゃう時があるんで、ここに隙間ができてしまった、ちょっと今上側隙間できてますね。ここに隙間ができてしまっている場合は、しっかりと押し込んでください。こうギューッと押し込んで、ほぼほぼここに隙間がないよっていう状態にして、ここをですね、2.5mm のドリルでウィーンって通してほしいんですよ。はい、こちらが 2.5mm 系。2.5mm 系のドリルになるんですけど、これをですね、こう、何かドリル持ってる方はこうドリルつけていただいて、そんなに難しい作業じゃないんですが、本当にドリルがあるかないかっていう感じで、ちょっとできるできないってことになってくるんですけど、あと、ドリルがなくて、リーマー持ってるよっていう方、逆に少ないような気はするんですけど、ストレートリーマーっていう 2.5mm の穴をですね、より正確に開ける、こう、リーマーっていうのがあるんですけど、それでももちろん大丈夫です。はい、じゃあちょっとやってみますね。この4つの穴。この4つの穴ですね。ここに1、2、3、4と4つ穴が開いていると思うんですけど、ここをまず通します。もちろん怪我は気をつけてくださいね。こう、ゆっくりやります。こんな感じで、全部ですね、4つの穴。ちょっと見えづらいですかね。こんな感じで。これを何のためにやるかというと、ネジが単純に通しやすくなるだけなんですけど、はい、こんな感じで、切り子が出るんで、後で洗浄しますけど、あと4箇所やりたいですね。ここの2箇所と反対側、通してみますね。こんな感じですね。で、反対側も同様に開けていきます。
今たまたまリアから作ってるんで、今リアをこの処理しましたけど、当然フロントもですね、同じようにここは通しておいた方がいいです。じゃあこれ通したことでどうなったかっていうのを一応見ておこうと思うんですけど、ここにですね、この後でネジ取り付けるんですけど、このネジがこう通しやすくなります。スポッといくようになるんで。で、これがですね、そのままの状態だとちょっときついんですよ、この穴が。なので、本当は実際組み立てていくときに、さっきここにメスネジがあるんで穴開けないでくださいねって言ってた。このパーツ。このパーツをここに取り付けて、で、ここにこの長いビスを入れて、で実際ですね、こうネジが効くのは、ここのメスネジの部分だけでいいんですよ。なので、こうスポーッと途中まで行って、で、しっかりここでこうネジが効くと。まあこの抜くときも途中からスポーって抜けるんですけど、今これぐらいのところから一気にスポって抜けましたよね。これが、こっち、フロントまだ今の施工をしてない状態ですね。これを、ちょっと一旦ネジ取ります。はい、今ネジ全部取りました。で、何も施工してない状態で、やはりこのパーツですね。この赤いパーツをここにこう取り付けて、で、このネジをこう入れようとするとですね、あ、ここちょっとスムーズに入っちゃいましたけど、これ結構状況によってですね、こっち入れてみようかな。あ、こんな感じで、こう途中から、まだこんなにネジ長い状態なのに、こう押しても、こう、全然入んないんですよ。で、結局、ネジが効いてほしいのは、ここまではスポッと入って、ここからメスネジでネジが効けばいいだけなんですけど、このあたりも、この穴が狭いんで、なんかネジを回さないと入らないんですよ。でこう入れようとしてもこう入んないですね。で、これを入れようと思うと、こう、かなり手前からこう回していかないとネジが入らないっていうのがありまして、これを解消するために、まあ、分解、組み立てと、あとは実際に走らせて、また分解整備するじゃないですか。でその時にしやすいっていうのがあるので、もしドリル持っていて 2.5 ミリで開けれるよっていう方はですね、ぜひこれやっておいていただくと、かなりこう分解整備がしやすくなりますので、おすすめです。はい、じゃあついでなんでフロントもやっちゃいますね。フロントもやるんですけど、これですね、こう、あ、外れたか。ここ結構外れにくい時があるんで、外れにくい時はこの赤い方を外して、で、裏側からですね、こう、太めのプラスドライバー。今使ってたこのちっちゃいのじゃなくて、この太めの、サイズで言うとプラス2ってやつなんですけど、こういうようなので、こう後ろから当てがってあげて、こうグッてやると外れるんで、こんな風に外していただいてもいいんじゃないかなと思います。はい、じゃあちょっとくどいようですけど、これのメスネジは壊しちゃダメなんで、外しておく。で、このアクスルのハウジングですね。このハウジングに、フロントの方で使う予定のこの赤いパーツ。これをグッとしっかりつけて、こう隙間がなるべくない状態でこうしっかり取り付けて、まあ、さっきと同じですけど、もう一回やります。これちょっとこんな風に開けてますけど、怪我だけ注意してくださいね。もちろんこのドリル使うんで、そのドリルの取説に即した、まあ、安全に配慮した形で、使ってください。はい、こんな感じで一通り削りました。でもうこの時点でかなりこの切り子というか削りカスですね、出てますので、一旦ここでちょっと軽く清掃しようと思います。この削りカスが結構出てますので、一旦全部ばらして、で、こんな感じでですね、まあ、金属粉がついてるまま組み立てるっていうのは、かなり精神衛生的にも、もちろん普通に良くないので、ちゃんと綺麗にして、まあ、このフロントは後でまたちょっと削るところ出てくるんで、
軽くでいいと思うんですけど、フロントも一応、丁寧に洗ってください。こういう時にこういうパーツクリーナーですね。パーツクリーナーがあると便利です。ラジコン趣味として遊んでいくなら、必須アイテムかなと思いますので、パーツクリーナー持ってないよっていう方はぜひ、用意していただくといいんじゃないかなと思います。はい、じゃあ、一旦この削りカスですね、きれいにして、で、ここでウエスですね。ペーパーウエスも新しくして、はい、じゃあ続きいきます。これをですね、もう一回しっかり戻して、で、この時に、先ほどもお伝えしましたけど、位置ですね。ベアリング、で、ここにワッシャー、スペーサーって言った方がいいかな。スペーサー、で、ベアリング、で、ギアがありますよね。で、ギアの反対側も同じで、ベアリング、スペーサーです。しっかりここに収まっているかどうか、っていうのを確認してください。特にここのスペーサーですね。ここと、ここのスペーサー。これが結構、こういう変なところに入っちゃったりして、組み立ててしまうことが多いので、ここを注意していただきながら、でここにベアリングですね。で、よりこだわって作るよっていう方は、このベアリングのそれぞれ外側にもう1枚ずつスペーサーを入れていただくのもいいと思います。はい。で、この状態である程度スムーズに回るか。これぐらい回ってればいいです。これ今、グリスアップしてない状態なので、これぐらい回ってれば OK で、一応、これを閉めたときにも、ちゃんと回るか。これを確認しつつ、問題ないようでしたら、この時点で一旦グリスアップをします。でこういうグリスアップの時に便利なのが、こう小さいマイナスドライバーですね。これでヘラのようにしてこう塗っていくんですけど、じゃあちょっといつも通りの塗り方で、僕は個人的にですね、組んでる時のいつも通りの塗り方でやってみようと思うんですが、ここのベアリング系は、これ一滴こう、ちょんと刺して、ここもそうですね。ここもちょんと刺して、これで、もちろんいろんな考え方、やり方ありますので、いや、こっちの方がいいんじゃないっていうやり方がある方は全然それでやっていただければいいと思います。とにかくグリスアップすることが大事なので、一旦僕の場合はですね、1、2、3、4箇所、1滴ずつベアリングにオイルを刺しましたと。この状態。で、デュールグリスで言うと、これかこれがいいですね。このどっちか。9022か7018。このどちらかをですね、こう、マイナスドライバーですくい取って、ここは、これをこう押し込むようにして、こう、グリス、塗布してます。こんな感じで。さっき、一滴刺したんですけど、それとこう、組み合わせるような感じで。ブニュって感じで、ちょっとベアリングの中にこれ、ねじ込むというか、押し込むようなイメージで。そんなにこだわらなくてもいいと思うんですけど、ちょんちょんとつけとく。で、当然ここも金属ギアなんで、塗布しておきたいですね。でここは、ちょっと丁寧に、この、なんか、溝ですよね。ギアの溝の中に、こう、ある程度丁寧に、やっぱりこのマイナスドライバーをヘラのように使って、こう丁寧に塗り込んでいきます。で、スピードを競う競技車両とかではないので、結構てんこ盛りで、僕はですね、てんこ盛りで塗ってます。どちらかというと、メンテナンスサイクルを伸ばした方が、いいなっていう考え方で、たくさん塗ってます。はい、じゃあ、ここまでで、一旦おさらいというか、点検というか、見直しですね。この芋ネジ、こうよく芋ネジに、ネジロック剤をこう塗り忘れて、で、いざ走らせたらこの辺が簡単にポロッと取れちゃったとか、このベーベルギアですね、このギアが空回りしちゃったとかっていうのが結構あるので、今回、今、この時点で言うと、3箇所ですよね。1、2、3箇所、芋ネジをちゃんとネジロック剤使って締めたかっていうのを今一度確認しつつですね、このモナカ合わせ、アクセルハウジングをこう合わせて、実際もう組み立てていくんですが、先にこのドーナツみたいなやつ、これつけちゃいましょうか。これ後でもいいんですけど、まだこれパカパカ開いちゃうんで、簡単に。
ちょっとそれを止めておくっていう意味でも、ここですね。やっぱりここも結構取れやすいんで、本当に同じです。ごま粒の半分ぐらい。めっちゃちょっとでいいです。つけすぎると本気で取れなくなることがあるので、まあ、表と裏に一滴いかないぐらい。一滴だとちょっと多いぐらいなんですよね。本当にごま粒の半分ぐらいって感じなんですけど、それをこう、つけて、で、このドーナツ状のパーツですね。これをこうはめるんですけど、ちょっとこう回しながらはめていけば、どこかで合う場所があるんですよ、形が。で、はまるんで、この状態ですね。こうしっかりはめる。こっちも一緒です。ちょっと回しながら、こうはめると、ちょうどはまる位置があるので、そこで、まあ、はめて、ある程度、こう押さえて、しっかりですね、隙間がないように取り付けておきます。はい、じゃあ、一旦これ置いといて、これ作っていきます。これがインプットギアって言って、ちっちゃい三角形の形したこのギアですね。これを取り付けていくんですが、ベアリング、ちっちゃいベアリングを2つ使います。これですね、このちっちゃいベアリングを2つ。このケースの内側と外側に1個ずつ入るって感じですね。なので、まず1個はこのギアにこう入れちゃって、で、この時点で、まあ、グリスアップしてから入れてもいいですし、まあ、ここ一旦入れちゃって、こうやって。で、しっかりはまってるかっていうのを確認しながらですね、こんな風にちゃんと収まってるかっていうのを、こんな風にちゃんと収まってるか確認しながら、押さえて繰り返してですね。ここからグリスを1滴、2滴ぐらい入れておきますか。こんな感じで。で、もう1個のちっちゃいベアリングはこっちから入れるっていうことですね。こんな感じです。あ、これ、ちょっと入りが悪いですね。こんな感じで。こういう時は一回出して、ある程度まっすぐにした状態で、グッと押すと、こんな感じで、まあ、圧入できますので、ここがつらい位置になっていることが重要ですね。こう面が一つの面になっている。これがベアリングが飛び出たりとか、まあ、あからさまに斜めに入っちゃってるとかっていうことがないように気をつけてください。この状態で、もう一回入れます。こうですね。これで、しっかり収まりました。この D カットの部分がこれぐらい出てるのが正しく組めてる状態ですね。こんな感じです。D カットがこれぐらい出てる状態。で、ここからちょっと組んでいきやすくするために、これがポロポロ落ちちゃうんで、このギアがですね、組み立てようとした時に、結構ポロポロ落ちちゃうんで、僕はいつもここの時点でプロペラシャフトの半分だけくっつけてます。これですね。一応どっちがどっちでもいいんですけど、僕はいつもこっち、この細い方をアクセル側にして、アウターですね。アウターの方をギアケース側にしてます。で、まあ、この時点では全然仮組みの状態でいいので、後でネジロック剤し忘れるのだけ注意していただきつつ、この時点ではまたちょっとバラしたりする可能性もあるので、ネジロック剤なしで芋ネジを止めていきます。で、この三角形のちっちゃいギアですね。これ裏側からこうグッと押さえながら、しっかりこの D カットの部分ですね。これぐらい出ているか、これを確認しつつ、このプロペラシャフトですね。これをこう入れて、で、今この D カット、ちょっと真上向けます。真上に D カットを向けて、もちろん、ここの芋ネジも D カットのですね、平らな面にめがけて、ねじ込みます。で、仮止めですね。これで、まあ、スムーズにここが回っているかっていうのを一応確認しながら、こちらが、異常にこう飛び出てるというか、こう中に入っていないかっていう、ちょっと説明難しいんですけど、まあまあ、こう正常に組み付けができているか、スムーズに回るかっていうのを確認してください。これフロント側も一緒なんで、
合わせて同じ作業なんで、もう一個やっちゃいましょうか。はい、ここにベアリング、ぐっと入れて、で、これですね。これにベアリング入れて、で、ここに入れる。これでベアリング2つ使いましたね。ベアリング2つ使った状態で、で、グリスアップしなかった。ちょっとこれ、浮かして、ここに、まず内側のベアリングに1滴。で、外側のベアリングにも1滴。で、プロペラシャフトのインナーシャフト。こっちですね。こっちを、さっきと一緒です。仮止めしておきます。こうですね。で、ちょっとギュッてやっとくぐらい大丈夫です。はい、2つできました。これはまあ、フロントに使うんで、置いといて、引き続き、これの組み立てなんですけど、ここで、これもやっぱり、まあ僕はいつもこうしてますっていう感じになるんですけど、決まってはいないんですが、この塗装が黒く残ってる方と、このシルバーになってる方がありますよね。このアクスル。こっちがシルバー、こっち黒い。で、このインプットギアの取り付けは、僕はいつもこの黒い方、こっちにしてます。まあ、細かい話なんですけど、結構ここに、これからちょっと実際やっていくんですが、ここに、ペーパーガスケットって言って、まあ、スペーサーみたいなものを、紙製ですけどね、紙でできたスペーサーみたいなものを入れて、このギアとギアの噛み合わせ、このギアとこのギアの噛み合わせを調整していくんですけど、だいたいここに紙を3枚4枚入れて、こう離していくんですよ。こう離していく感じで調整するんですけど、っていうことは、こっちよりもこの塗装が残ってるこちら側、使った方がちょっと有利かな、みたいな、そういう考え方なだけです。なので別に全然こっちで組んでも調整もできますし、正常に組み立てはできるんですけど、一応僕はその辺がちょっと楽かなっていう感じで、この黒い塗装の方にこのインプットギアを取り付けてます。はい。で、続いてですね、問題点というか、ここどうするっていうところがあって、この WPL っていうロゴが入った、この蓋ですよね。赤い蓋。これをこっち側でつけるのか、ひっくり返しますね。こっち側でつけるのか。まあ、つまり、アクセルをこっち向きで使うのか、こっち向きで使うのかっていうのがあって、まあ、これ真ん中にないじゃないですか。ここもまた実写チックなとこなんですけど、あえて真ん中じゃなくて、こう、ずれてるんですよね、横に。このレフケース、この丸いところが。で、これがですね、基本どちらでも大丈夫といえば大丈夫なんですけど、まあ、今回取り付けるこの車体ですね。基本はその車体に合わせてください。なぜかというと、これ反対につけると、前後ろ進み方が逆になっちゃうっていうのがあるので、今回の場合、これファーストロット、このシルバーに塗ったジムニーちゃんがですね、ファーストロットの車体なので、こう、よーく見てみると、ごめんなさい、これ前だった。後ろですね。後ろをよーく見てみると、この真ん中の玉がですね、左に寄ってるんですよ。なので、今からこの車体に組み付けるよっていうのに、基本合わせておくのがいいです。で、このあたり、まあちょっとまた説明すると長くなっちゃいますね。まあ上級者の方で、ESC、受信機とか ESC とか、そのまあ電気系統というか、その制御関係ですね。そちらの方を、この組み付けと同時にいろいろいじるよっていう方はもちろんそれに合わせた形にしないといけないんですが、まあ、今回この動画でやるのはこのノーマル車体に ESC とかは特に変えずに取り付けるっていう形になりますので、その場合はもう、今から取り付ける車体に合わせていただくっていうのが一番いいと思います。なので、これちょっと取り付ける車体状況に合わせて変えていただく必要があるんですが、今回の場合はこれにそのまま取り付けますので、よく見ると、この玉の部分ですね。これが真ん中よりも左に寄ってますと。なので、これも、それに合わせて、こうですよね。この向きで取り付けます。っていうことは、この赤い蓋のロゴは、この向きでちゃんと
上下が逆にならないようにつけると。まあ正直これ逆になっちゃっても走行性能には全く影響ないんですけど、やっぱりこれひっくり返っちゃってると気持ちのいいものではないと思うので、この時点でですね、なるべく向きを合わせて取り付けると。ただこれ最悪組み付けた後に、僕もたまにあるんですけど、いざ組み上げたら、あれ、この WPL のロゴが、こう、ひっくり返っちゃってんじゃんっていうのがたまにあるんですよ。その場合は、最悪、組み立てた後でも、この4本のネジ外して、そーっとこの赤い蓋だけ取って、こう、ひっくり返して付け直すっていう風にすれば、全然、完成した後でも対応はできます。はい、じゃあ今回はこの向きですね。画面に向かって左に寄ってる状態。これから取り付ける車体がそうだったからっていう理由ですね。で、ネジを締め付けていきます。はい。じゃあ、もともとここを止めていた4本のネジがあったと思うんで、それを使って、ここですね。ネジで止めていきます。そんなに難しく考えなくていいと思うんですけど、一旦4本ですね。ここに全部入れて、で、ドリルしてあると結構、この時にですね、深くまでスルッと入るんで、組み立てやすいっていうことにはなるんですけど、ここでもしドリルでこうザグってないよと、穴通してないよっていう場合、結構これぐらいになっちゃうと思うんですよ、ネジが。これぐらいスタートで結構根気よく締めていかなきゃいけなくなるんですけど、実際何度か組み立てと分解を繰り返していると、この穴が結局広がって、そのうちスムーズに通るようにはなりますので、一生通しづらいってわけではないです。はい、じゃあここですね。こう回して締めていくんですが、一旦少しずつですね、全部均等に締めていきます。いきなり一箇所だけ思いっきり締めるっていうのは良くないので、最悪パーツ変形しちゃったりするんで、それは気をつけながらですね、こう、ちょっとずつ締めていきます。こんな感じで、それぞれちょっとずつ締めて、なるべくバッテンになるようにっていうか、今仮にこう、ある程度行くところまで軽く回るところだけ回すときはいいんですけど、ちょっと抵抗が出てきたなっていうところからは、ちょっと気を使って、ここを締めて、タイヤの、本物の車のタイヤを取り付けるときとちょっと似てるんですけど、ここをちょっと締めます。そしたら、対角ですね。ここ締めたら今度ここ。ここを締める。で、今度、ここ締めて、ここ締めて、みたいな感じで、こう、なるべくバッテンみたいな感じで、締めていきます。均等にちょっとずつ締めるってことですね。はい。これで、どんどん締めていって、ちなみにこれまだ、仮止めですよ。全然ここから調整するんで、ちょっと一旦全部締めます。なんで締めるか、一旦全部締めるかっていうと、こうギューッと締めて、この、特に赤いパーツがですね、塗装がかなり分厚いんですよ。で、この穴、この黒いパーツにこの赤いパーツ凸になってる部分がですね、こう、ザクッと入るんですけど、そこをちょっと削ってるみたいな意味もあります。この仮組みで。ちょっとこう、パーツ同士の馴らしというか、馴染ませてるみたいな感じで、一回ちょっとこう、ある程度のところまで締めてみるっていうのをしていただくのがいいと思います。結構いきますよね、こう順番に締めてると。こんな感じで。はい。で、これで、ある程度のところまで全部締めたらですね、そんなにキュンキュンに締める必要はないですけど、まあまあ締めてください。で、その時点で、だいたいこれがスムーズに回らないんですよ、これ。これも今ゴリゴリいってますね。ちょっと抵抗がある状態。で、ここから一旦ばらします。ここが本当に結構組んだことある方にとっては、ここが結構大変なんだよね、みたいな場所かなと思うんですけど、ここですね、一旦、ちなみにたまにあるんですけど、これ閉めて、この時点でスルスルの場合もあります。やっぱり個体差があるので、結構ラッキーなパターンなんですけど、これ仮組みしてみて、あれって言って、スルスルじゃんっていう場合があるんですよ。
その場合は、もうそれで完成で OK です。ただ、本当にほとんどの場合、ちょっとゴリゴリしてるんで、ちょっと面倒なんですけど、こう何度もやるの面倒なんですけど、こう外して、はい、外して、ここですね。あ、ちょっとこれ、ネジ取っちゃおうかな。どうせポロポロ落ちちゃうんで、ちょっとネジ取ります。ネジを取って、ここですね。ここを外します。ここにペーパーガスケットを入れるんですよ。はい。ペーパーガスケット。これですね。これを、ちょっと面倒なんですけど、この、なんか、くり抜けるようになってると思うんで、これはいらないです。一応使いますね。これどんどんくり抜いて、くり抜いたところはもう捨てちゃってください。かなりちょっと地味な作業なんですけど、このちっちゃいところですね。これも全部取り除きます。こんな感じで取り除いて、全部取り除いて、この状態ですね。この状態にしてください。で、多分、8枚ついてると思うんで、その8枚ですね。まあ、使う分だけでもいいですし、どうだろう。まあ、一旦今から前と後ろで6枚ぐらいは使うと思うので、一気に6枚やるか、まあ、使う必要な都度ですね。使う都度、このようにしていただいても、まあ、どっちでもいいんですけど、一旦どうしよう。今回はさっきのゴリゴリ具合だと、まあ、これも個体差あるんですけど、今回僕の場合はって感じなんですけど、この個体の場合はって感じなんですけど、さっきぐらいのゴリゴリ具合だと、多分3枚ぐらいは入れた方がいいかなっていう感じだったんで、3枚作って入れていきます。はい、3枚ですね。3枚作って、で、これをですね、ここに、なんか、こんなのわけわかんないよって感じに見えますけど、実際はめてみるとはまるところにしかはまんないんで、こんな感じになるんですよ。こんな感じ。それぞれの4つのポッチにこう入れていくと、綺麗に収まるので、これをですね、3つ全部こう重ねるようにして、ここに入れていきます。これでかさ増ししてギアとギアをちょっと離す。ギアとギアの距離を少し離すっていう感じですね。そうするとギアの周りがスムーズになりますよっていう。まあこれをギアとギアの噛み合わせでバックラッシュなんて言うんですけど、この状態ちょっとつけにくいかもしれませんが、この状態で噛みごとですね、を綺麗に収めます。こんな感じになります。で、この時点でちょっとスルスル回るかなっていうのを見て、この時点でゴリゴリだったらまあもう1枚足すみたいな感じですけど、まあほとんどそんなことはないと思います。だいたい3枚か4枚でぴったり組んで、まあもちろん2枚の場合もあるんですけど、まあそれは個体差ということで調整してください。はい、じゃあもう一度このネジですね、締めていきます。はい、ある程度締めたら手締めですね。手で締めて、で、まあさっき言った通り、なるべく交互するように締めていきます。はい、これで全箇所ですね、ある程度、まあ、ここもそうですね、その強さ、締め付ける強さの加減がどれぐらいっていうのがあると思うんですが、そんなにこう、ギンギンに締めない方がいいと思います。ある程度ですね。ある程度締めて、まあ一応ここにペーパーガスケットをかましてるっていうのもあるので、まあ、これがある程度ですね、こうスプリングワッシャーみたいな、効果も期待できるので、こう、なんていうのかな。ネジの緩み止めみたいな、効果も期待できるので、そんなにキュンキュンに締めなくても、ここはですね、僕はそんなに強く締めなくても緩んだことがないので、まあ、あまりにも強く締めすぎて、この辺のギアの周りが悪くなるとかっていうリスクよりは、ちょっと緩めって言うと変ですけど、しっかり締めるんですけど、そんなキュンキュンには締めてないです。はい。これで、しっかり組んだ状態で、当然、スムーズに回るか、っていうのを確認してください。でこの時に、こっちを回した時にですね、今回スムーズに回ってますけど、
こっちを回した時少し引っかかりを感じる場合がありますが、多少の引っかかりであれば、そんなに問題ないです。組み付けてしまって、しっかり動作させれば、こっちから回した時に、スムーズに、こんな感じで、スムーズに動いていれば、こちら側で回した時にちょっとぐらい引っかかりがあっても問題はないです。めちゃくちゃ引っかかりがあったらちょっと、各部見直して、また組み立てですね、組み付け、し直してほしいんですけども、一応、この時点での動作チェックとしてはそんな感じ。こっちを持ってスムーズに回ってれば、まず大丈夫でしょうと。はい。これで、ギアが緩すぎることもないですね。ギアが緩すぎることもなくて、で、変なところ、全体的にこう、見てみて変なところがないので、これで問題ないかなというので、リアアクセルですね。これでやっと完成です。はい。一旦ですね、これでお疲れ様ですっていう感じなんですが、ここからさらにフロントアクセルを組み付けて、組み立てか、フロントアクセルを組み立てていくので、慣れてない方はですね、この時点で結構ヘトヘトかもしれないんで、必要に応じてちゃんと休憩を取りながら、休みながらですね、ゆっくりじっくり進めてください。はい、じゃあ、これせっかく組み立てたので、大事にこう置いといて、続いてフロントですね。フロントを組み立てていきます。はい。じゃあ、フロントやっていきますか。多分今、動画ではすぐなんですけど、僕もちょっと今、休憩してきました。じゃあ、続きやります。フロントですよね。フロントの、これがフロントのアクセルケースになるんですけど、当然、この、今作ったリア、これに比べると、真ん中の部分に似てますけど、ステアリング機構ですよね。ここがあるので、やっぱりここは大変なんですよ。ちょっとそこを踏まえてですね、リアとほぼ作業内容が同じところはちょっとさらっと流しつつ、この主にステアリング機構のところですね。ここをなるべくスムーズに、しっかり動くようにっていうのと、なるべく壊れにくい。壊れにくいっていうのはやっぱり結局、紐ネジが緩まないっていうのと、結構ここの上と下からこうビスで止めるんですけど、ナックルっていうパーツを。そのあたりがですね、スムーズに動きつつネジがしっかり、締まっていて取れないようにするっていうの。この辺が結構重要になるんですけれども、とにかくちょっとそこを踏まえてですね、やっていこうと思います。はい、じゃあ、リアで使わなかったこの短い方のこのシャフトですね。これを使いますっていうのと、ここら辺はちょっと似てるかな。リアと似てるんで、サクサクっといきますが、これですね。この D カット、切り欠きの部分が今画面で見て真ん中より右に寄ってますと。この場合は、このベベルギア、リングギアっていうのかな。どっちでもいいと思うんです。このギアですね。このギアをこっちから刺します。で、D カットにめがけて紐ネジを締め込みますと。で、仮止めです。ネジロック剤は使いません。で、この辺もフロントと一緒なんですが、ベアリングですね。ベアリング1個、このちっちゃいベアリングを2個、で、このワッシャー、スペーサー、これを1枚、こっちから1枚と、こっちからも1枚ですね。こっちにも1枚。左右から1枚ずつ入れました。で、一旦ここにちょっと乗せてみましょうか。こんな感じですね。特に干渉なくスムーズに回ってますので、このままいきますね。これ、リアと一緒で、もし干渉している場合は、ここですね。加工して削ってあげて、干渉なくこうスムーズに回るようにしてあげてください。で、さらに、ここですね。ここにベアリング入れて、反対側にも入れて、すいません、さっきの状態でこのベアリング4つ入れた状態の方がいいかもしれないですね。このスムーズに動くかっていうこの動作チェック。で、さらに、こっちの蓋も閉めてみて、この状態で、ちゃんとスムーズに回るか。このチェックですね。で、スムーズに回らない場合は、この辺削ってあげて、スムーズに動くようにすると。で、ここからなんですが、もうちょっと定番のやり方があるので、
ここまでチェック終わったら、ちょっと、また金属の加工があるので、ちょっとその金属粉とかがこの辺につかないように、ちょっと離れたところに置いといてですね、これもそうですね。この辺も離れたところに置いといて、まず、ここいっちゃいましょうか。ここをですね、ここを削ります。ここをですね、これ、ちょっと語弊があるといけないですけど、初心者の方向けにもうより簡単にできるようにっていうのでやるんで、特に上級者の方でご自身のこだわりある方はですね、当然もっと綺麗に、丁寧にやる方はあるかと思いますが、一応、誰でもやりやすい加工方法っていうので、2、3パターン紹介します。で、僕自身ももう、ちょっと面倒なんで、最近もう大体これでやっちゃってるんですけど、ここザーって削っちゃいます。こういう金属用のヤスリで。どうするかっていうと、多分削った後見た方が分かりやすいと思うんで。こんな感じで、まあ、精度云々っていうのはあると思うんですけど、そんなにこだわるラジコンじゃないと思ってるんで、WPL は。全然気軽にこういう風に加工もですね、厳密な精度みたいなのはあんまり求めずに気軽に取り組んでもらえるといいかなと思うんですけど、ある程度削るとですね、ここは銀色、金属の色が出てくるんですよ。これ削る前ですね。これでちょっとここの面を出すっていう感じなんですけど、僕はもうこれで OK って感じでいつも組んでやってます。もちろんここもっと綺麗に丁寧にやりたいよっていう方はご自身なりのですね、やり方で全然やってもらえばいいんじゃないかなと思うんですけど、まあ反対側も同じように。ちょっと途中経過見ます？こんな感じ。まだ残ってますね、黒いところが。これをそーっと削っていくと、これでもう一息って感じですね。これで終わりでも全然 OK なんですけど、ちょっとまだ黒い塗装が残ってますよね。これをさらに削ると、こんな感じになるんですよ。これも厳密にはちょっと残ってますけど、これだけ面が出てれば大丈夫ですね。一応イメージ的には、ここに丸い穴が開いてますよね。この丸い穴の周りが一周銀色になってれば、まあまあ大丈夫かなっていう感じ。この穴の周り一周全部銀色に面が出てればいいかなっていう感じですね。はい、じゃあこれ全部やります。4箇所ですよね。4箇所やることになると思うんですけど。なんかあんまりゴリゴリ削れるヤスリがなくて、削るの自体が結構大変っていう場合は、なんかこれぐらいでも全然大丈夫なんで、やらないよりは全然大丈夫です。で、一応こういうのがない時のやり方としてはですね、こういう紙やすりを何かこういう木の角材みたいので、こう当てがって、こんな感じで、あ、間違えた。これ削れないじゃん。こうですね。削る方をこう外に向けて、こうですね。こういう風にして、でそれで、ここをこう削るみたいな。これちょっとでかすぎですけど、あ、本当はこれぐらいがですね。これぐらいの角材で、こう巻いて、で、この角っこで、こんな感じで削ると、一応こういうのと似たような感じで代用にはなるので、ちょっと削りは浅いですけどね。こんな感じ。今こんな感じですけど、これをこれで削ってあげると、こんな感じで十分削れますので、まあ、より丁寧にやる場合は、今400番でやりましたけど、ここから800、1000ぐらいまでやると、なぜかここを鏡面仕上げにするみたいな、すごい仕上げになると思うんですけど、まあ全然僕だったら400で終わらせます。はい。まあどうせグリスアップもしますし、正直実際に走らせるものなので、走らせていった時に、この辺ですね、だんだん当たりが出て、こう面出てくるかなと思いますので、まあいつも言うんですけど、競技車両じゃないので、そんなにこだわらずにですね、軽い気持ちで全然組んでもらえば大丈夫かなと思います。はい。で、次にやりたい加工がですね、この穴の内側もですね、ちょっと同じような感じで、まあバリ取りと、あとは、
中にちょっと塗装が回ってるんですよ。この黒い塗装。これは結構分厚くて、動きを渋くしちゃってる要因の一つになってますので、ここの内側もですね、ちょっとヤスリがけをして、塗料を取りたいと。バリも取りたいというのがありまして、一応まあ、最近の僕のやり方ですね。なんか結構こういうのってやり方変わってったりするんで、まあ、すいません、ちょっと最近のっていう前置きになるんですけど、僕のやり方はもう、こういう丸棒ヤスリ。丸いヤスリ。これでですね、もうヤスっちゃってます。まあ見る人が見たら、みたいなやり方なんですけど、結局ここカラーが入るんで、ここ、ちょっと強気に削っといた方が、結局後でこのナックルっていうのをつけるんですけど、これですね、この、ステアリング操作するためにここがこう、回るんですけど、ですね、ここの逃げがちょっと外側にちょこっとですよ。ちょこっとあった方が、さらにこの中に入る、このユニバーサル構造のこのくるくるっていうこれがこう入るんですけど、これをあまり圧迫しなくなるんで、結果的にこの、ステアリングを切る動きに必要な、まあ、力というか、まあ、要はここはスムーズに、ステアがスムーズにできる。ハンドルを切るのがスムーズにできるようになるっていうのと、あと実際にこう、車って走るじゃないですか。で、いろんな動きをこの足回りがしながら、ここも動くんで、その時にですね、結構逃げがあった方がスムーズに動きやすいなっていうのが、まあ、個人的にですけどね、そっちを重視したいなっていうのがあるので、僕は結構強気にここ削ってます。結局、ゆっくり岩場をこう乗り越えていくみたいな動きが多いので、その時にですね、高速走行してこの辺のガタが、直進性能に影響が出るとかっていうよりは、やっぱりこう足がグイングイン動いて、その時にも、なるべく負荷が、なんていうのかな。状況によって負荷がかかるみたいな駆動になるよりは、ちょっとガタあっても、柔軟にそこを対応できる方がいいなーっていう考え方でですね、結構強気に削ってます。まあ強気といっても、中の塗装が全部剥がれたかなぐらいで全然いいんですけど、こういうので削ってます。これが最近のやり方。で、他のやり方としては、これ前の動画の時に紹介してたかなと思うんですけど、こう紙やすりですね。これ紙やすりを、こう切って、何にもないわ、紙やすりしかないわっていう場合は、もう最悪これを丸めて、ちょっと棒やすりみたいにしちゃうんですよ。で、ある程度の太さのところで切っちゃって、これをここに、突っ込んじゃいます、こうやって。あ、入んなかった。ちょっとこう入るようにうまく丸めてですね、この最悪紙やすりだけでもできる方法として、ここにこう突っ込んで、もうひたすら擦る、回しながら、こんな感じで。そうするとこれだけでも結構中の塗装取れるんで、まあちょっと映しにくいんであれですけど、こうやっていくと中の黒い塗装がですね、ここと一緒ですね。ここと一緒で塗装が取れて、金属の銀色の面が出てくるんで、まあその程度までやっていただくといいかなと。あとこういう細めのドライバーとかがあれば、そこに紙やすりを巻きつけて、で、この中にこう通して、ゴシゴシゴシって削るっていうやり方もありかなと思います。じゃあちょっと僕は最近の自分のやり方でこれでこうこすって、もちろん一箇所だけじゃないですよ。均等になるべくこう均等に内側を全部削ってあげると。これ全部ですね。はい、こんな感じですね。はい、これで、多分これで告知は OK かな。で、ちょっと忘れててまだやることあったらごめんなさいなんですけど、続いてこっちに移ります。このナックルの加工。このナックルはですね、ここの面を同じくこう銀色にちょっと面取りというか面出しというかしたいんですね。ここはもうこうなるべく平らな面に、まあ今回たまたま400番なんで400ですけど、まあ400、600ぐらいがいいと思います。本気のある方は800でたくさん削ってもいいと思うんですけど、平らな面に置いて、こんな感じ。
こう、今、2回こすとこうなりましたけど、ちょっとだんだんこうなっていきますよっていうのをちょっとお見せしていくんで、ちょっとやっていきますね。こう、まっすぐ当てて、わかりますかね？ここの面をまっすぐ当てて、こうやって削るんですよ。そうすると、他削れてなくて、ここの面だけこう削れてってますよね。これを、ちょっと、なるべくまっすぐ。これ今結構まっすぐいってますね。こんな感じで。こういう風に、なるべくまっすぐ、これ何もやってない状態。こういう風に、なるべくまっすぐ面を出す。ちょっとこう、持ち加減で、なるべくこうまっすぐになる。あ、こうですね。これが結構うまくいった例っていう感じです。こう、面を出したり。これを4箇所全部やります。型が2面あるので、これ、今上やります。まあ上も下もないんですけど、今上やったんで、今度下ですね。これをやります。ちょっとなんかこう、うまくいくところが、人によって違うと思うんですけど、この面をしっかりこう、押せるところで、こんな感じです。今こんな感じ。こうやってやると面が出ましたよね。これを全部やります。はい。反対側のナックル。これも同じく、ちょっと他のパターンも紹介しとこう。一応これ、こういうのでもいけると思います。こう、ちょっと面と出すのむずいですけど、こう、そうってやれば、今一応こんな感じですよね。で、まあ正確に面を出すのは難しいですけど、ある程度でいいので、こんな感じですね。これぐらいは面が出せるので、これを、やはりこっちも同じような感じでやっていきます。はい。こんな感じですね。まあ、ここも、ちょっと凹んでるところに塗料が残ったりしますけど、あんまり気にしないで、ある程度面が出てれば大丈夫です。はい。じゃあ、これで一通り、定番の加工はできたかなと思いますので、当然、この金属粉ですね、残ってるといけないんで、全部パーツクリーナーで、まあ、さーっとでいいと思いますけどね、さーっと、金属粉を落としておきます。これもですね、これも忘れずに、金属粉を落としておきます。で、まあ、ちょっと湿気というか、このパーツクリーナー落として、拭き取って、で、金属粉残ってるといけないんで、この下のところですね。この辺も一回、ちょっと綺麗にするといいと思います。いや、しかし、今寒いんで、こう、ささくれができちゃって、パーツクリーナーにさらされるとめちゃくちゃ痛いですね。ささくれ。これ今、猛烈に痛いです。皆さんもささくれになる前に、なんかハンドクリームとか塗っといてください。寒い時期は。今、この動画寒い時期撮ってるんで、ちょっと痛いっすね。でも、続けます。はい。じゃあ、今一度、これですね。この、最初にやったやつ。これを、このハウジングに戻していきます。これもリアと一緒ですね。注意点は、こう、収まるところに全部ちゃんと収まっているかっていうのを確認してください。ベアリングがここしっかりはまってるか。で、こっちのベアリングもしっかり収まっていて、なおかつ、外側に1枚ずつ、ここですね。ここに、ワッシャー、スペーサー、これが入っているかっていうのを確認してください。で、これ今まだ仮止めになってると思うんで、ここはどうしましょうね。結構いろんなやり方あるんですけど、一旦
まあ、あくまで最近僕はこんな風に組み立ててますよっていうので、リアと同じ感じにしてます。これをちょっと緩めるじゃないですか。で、この左右にそうするとこれが動くようになると思うんですよ。シャフトが。で、同じですね。こう、なるべくど真ん中に来るように、この D カットのこの線。この D カットのこの線と、このアクセルハウジングのこの端っこの線。ここをこう目安にしながら、両側ですね。なるべく真ん中に収めるっていう風にするといいんじゃないかなと思います。ちょっとやってみますけど、これぐらい。そうですね。ちょっと今、すいません。僕が見てるんで、画面に正面向いてないですけど、これぐらいですよっていうのをちょっと今見てみました。ここが、ここの切り欠きの終わりのこの線が、ここよりちょっと外。で、こっちも同じですね。ここよりもちょっと外。っていう風にこの両側がどれぐらいかっていうのをちょっと自分なりの目安でいいと思うんで、何かを目安にしながら、とにかくこのシャフトがですね、このケースに対して右にも左にもなるべくずれてない状態を見てください。で、ここでいいかなっていうのがある程度決まったらですね、うわ、ささくれ痛いな。画面で全然伝わらないと思うんですけど、これ、さっきパーツクリーナーがかかったとこのささくれめちゃくちゃ痛いですね。はい、じゃあすいません、なんか疲れてきて無駄話が逆に増えてる気がする。続きいきます。はい、この時点で、なるべくシャフトとギアが動かないように、芋ネジだけそーっと外します。で、ちょっと難しいですけど、ここに、ちょびっとだけネジロック剤つけますと。で、ここ今動かしてません。ちょっと強めに持ってます。動かしてない状態で、こうですね。芋ネジを戻して、で、この時にまたずれちゃってたら、芋ネジにネジロック剤を打ちましたけど、全然5分10分は動かせるというか、一回緩めてまた締めるということができるので、まあ、パパッとここで真ん中がずれてないかなっていうの。今これ僕はすごい真正面で、自分の目からこれを真正面に見てチェックしてるんですけど、こうチェックして、ずれがないかなっていうのを確認できたら、まあここ今ネジロック剤打ちましたので、そのまま次の工程に進んでいくと。で、次の工程なんですが、僕の場合は一旦ですね、これ閉じちゃいます。こう、グリスアップ、こう一発でうまくいった時のためにグリスアップはしておきましょうか。この時点で、これ後からグリスアップできるんで、ここは。この閉めちゃった後にグリスアップできるこのベアリングですね。と、このベアリングに1滴ずつオイルをさしておきます。で、これを閉じますと。一旦こんな状態。こんな状態にします。で、正直フロントはリアほどそんなにスムーズに回らないんで、まあ、明らかに重いみたいなのがなければ、これぐらい回ってれば、見にくいかな。これぐらい普通にスムーズに回ってれば問題ないです。で、一旦ですね、この辺、ステアリング機構のこの辺を組みたいところなんですが、一旦、ちょっとここ、パカって開かない方が、組み立てがしやすいので、ここをつけちゃいます。この黒い面の方。銀色の面じゃなくて、黒い面の方に、で、この向きがですね、これから取り付ける車、今回の場合はこのシルバーのジムニーなので、玉が、リアと一緒ですね。玉が右に来てますと。なので、こうでしたね。玉が右側に寄ってますっていうところで、この WPL のマークがこうなると。これで、こうグッと押し込むと、一応これがもう開かなくなりますね。こういう風に開かなくなります。で、さらに、さっき作っといたこれも一旦取り付けちゃいます。どうかな、これは今回の答えの場合、ちょっと2枚ぐらいいるかな。
そうですね。2枚ぐらい。ちょっと一旦閉めてみましょう。まあこの辺はリアと一緒ですね。同じくギアのバックラッシュ見ていくだけなんで、ちょっと飛ばしちゃおうかな。はい、そうですね。これ今ちょっと調整して2枚で大丈夫そうだったんで、2枚でもう組んじゃいます。まあリアと一緒ですね。で、ここら辺もグリスアップちゃんとして、一旦しっかり閉じちゃいます。あ、そうそう、今ちょうど落ちた。これ、組んでる時に横、結構落ちちゃうことがあるんで、そこは注意してください。はい。すいません。ちょっと今落ちちゃったんで、もう一回ここ戻しましたけど、しっかり奥まで。まあ、場合によってはこの赤外して、ちょっともう一回中に収めていただく必要があるんですけど、すいません。僕も組んでて、ポロっていって、あって感じだったんですけど、ちょっとそういうこともあるので、その辺注意しながらですね、なるべくこう、縦にしない方がいいかもしれないです。横向きのまま、組み付けをして、で、ちょっとさっきみたいにここポロッと落ちちゃうのが怖いんで、これあえて今後回しにしてるんですけど、これちょっと早めに仮止めというか、組み立てしちゃいましょうか。なので、ここ、4箇所ですね。今、ここの横からベアリングがポロリしない角度で、ちょっとその辺注意しながら、締めちゃいます。この辺もちょっと飛ばしちゃいますね。リアと一緒なんで、交互に交差するように締めていきます。はい、この4箇所ですね、全部締めました。で、ある程度、これリアよりはちょっと重くなっちゃうんですけど、ある程度スムーズに回ってます。こんな感じですね。で、ここでちょっと、さっきみたいにベアリングがポロリしないように、水平を保ちながら、これをですね、スカスカの状態で、ちょっと芋ネジとかって気にせずに、一旦こう仮組みしちゃいます。これここにはめつつ、ナックルにベアリングを入れつつ、ここもちょっと入れるの難しいですけど、こうやってやると、こんな感じで入ると思うんで、なんていうのかな、この、グッて押さえた時に、ちょっとこうする感じです。そうすると、こう、だんだん入っていくんで、こう、当てがうじゃないですか、ここに。これでスポッと入っちゃえばいいんですけどね、この手の力でグッと。それで、うまく入んないよっていう場合は、平らな面に押し付けながら、こう、ぐるぐる回すようにしてグーってやると、今すぐすんなり入っちゃいましたけど、入りにくい場合でもこう回しながらこうグーってやれば入るんで、こんな感じではめてください。で、裏側ですね。こっちにもはめなきゃいけないんですよ。で、これは、このアクセル、結局これがここに収まるんで、このベアリングがここの径合うんですね。入れにくかったらこのアクセル使ってこう入れてあげるといいと思います。こんな感じで。あ、ここ全然緩いな。これは今気合入れてましたけど、すぐスポッとはまってました。で、どうしようかな。一旦こっち行きますね。入りにくい場合はこれを使って工夫して入れてくださいというので、ちょっと続きいきます。さっきこう、芋ネジも何も止めてない状態のこのアクセル。ここにですね、これをこう入れるんですが、向きですよね。向きはこうです。この向き。このなんかアームみたいのがついてるのが赤い玉の側に来る。これが正解です。プロペラシャフト側に行かないように気をつけてください。こうなったら不正解ですね。こうですね。で、ここに、このカラーを入れます。これ。こんなやつ。これをここに、ポコッと入れて、で、この短いネジ。まあ、短いネジこのサイズしかないんで、間違うことないと思うんですけど、このネジですね。あ、間違っちゃいけないのが1本いたわ。これです。この、スクリューネジって言って、ギザギザの粗いネジは使っちゃダメですよ。こっ
ちです。この、きめ細かい、なんていうの、このきめ細かい、目の細いというか、このビスですね。これを使ってください。これで、ここに入れて、で、うまくネジ穴にめがけて、これをこう、ねじ込みます。そうですね。まあ、一旦仮止めぐらいでいいかなと。で、反対側。反対側も同じですね。この金色のカラー入れて、で、同じビスです。これです。これを使って、ここもビスで留めていきますと。で、ここですね。まあ、さっき、こちらが仮止めぐらいにしましたけど、ここで結構本締めしちゃって大丈夫です。一旦、ここで、ここ結構強め。グッと。これすっぽ抜けてドライバー指に刺さないでくださいね。その辺は気をつけながら、グッと。こっちもさっき仮止め程度にしたこちら側も、グッといきます。しっかり固定して、グッと。怪我しないでくださいね。で、この時点で、あえて、この芋ネジですね。まだフリーの状態です。まだフリーの状態で、反対側も組み付けます。まあ、反対側一緒ですね。ベアリングどっかに抜け落ちてないか、ここのベアリングですね。抜け落ちてないか、チェックしながら、これ入れます。で、このベアリングですね。こっち側入れたんでいいと思うんですけど、この内側ですね。こっちを入れて、で、ちょっと斜めになっちゃっても、ここにあるここにこう入れていけば結構スムーズに入るんで、内側のベアリングですね。これで、今、もう一息かな。これ一回抜きますね。こういうのを使って、しっかり奥まで入れてあげて、また戻して、このネジは使わない。まだ使わない。で、向き、さっきと一緒です。こっち見ながら。この向きですね。なんか、こうなる感じですね。で、ここにこれ入れて、ここは反対側と一緒です。ちょっと飛ばしちゃいますね。はい、両側入れましたと。で、この時点で、今、ここ、あえて止めてないんで、両方アクセルですね。一応この時点ではこれ、スカスカ動くはずなんですよ。こんな感じで。この時点で重い場合は、疑われるのは、この辺、面出しして削ったじゃないですか。いろんなところの面出しで削ったのがちょっと削り足りないか、あとよくあるのが、このベアリング外側じゃなくて、ナックルの内側の方のこっちのベアリングですね。こことここにベアリング入れたと思うんですけど、それがうまく収まってないっていうのが結構可能性としては高いです。なので、この時点でスカスカに動かない、このナックル、ステアリングがですね、スカスカに動かないっていう方は、ちょっとそのあたりを見直してください。ちょっと面倒ですけど、場所によってはかなり分解しないといけないです。見直してくださいと。で、ここでもうこれだけスカスカに動いてたら、ここの芋ネジ止めちゃっていいんですけど、これなんで後回しにしたかっていうと、結構ですね、先にここを止めちゃうと、このアクセルが結構外に飛び出た状態で、ここの芋ネジを締めちゃうっていう状況になっちゃって、このアクセルが本当はこの辺に収まっていなきゃいけないのに、ちょっと出てる。そうすると、このアクセルが出てるせいで、ナックルが押されちゃうんですよ、外に。で、うまく動かないっていう状況に陥ることが結構多いので、結構最近僕はですね、このように組み立てたりとか、あと、ウッド社長みたいな永遠の初心者の方いるじゃないですか。ああいう方にはこの順番がいいですよっていうのをお勧めしてます。結構ナックルを
アクセルが押しちゃってるっていうのをこれで回避できるので、で、これで、まあ、ちょっと組み立て進めていきますが、こうスルスル動きます。この状態で、このアクセルの芋ネジを入れる穴、これですね。この穴。この穴から覗いて、で、このプロペラシャフトを回すと、D カットがそのうち出てくるんですよ。あ、見えましたこれ。これ今 D カットの平らな面ですね。これ。もう一周回しましょうか。こう回していくと、平らな面がこっち間違え。押さえながら、回すと、こう、見えると思うんですよ。D カットが。この D カットが出てきてるところに、芋ネジを当然打ち込みます。はい。じゃあまず、この芋ネジに、ネジロック剤をちょびっとつけて準備しますと。ちょっとつけすぎちゃった。ちょっと減らします。ちょっとつけすぎた。5万の半分ぐらいですね。で、D カットがちゃんとこっち向いてるかなっていうのを確認しながら、ここに、これを、ちょっと仮止めぐらいで入れてください。すごい軽い状態。で、これがスルスル動いてるよなっていうのを改めて確認しながら、本締めしてください。もう、ギュッギュッぐらいでいいですよ。ちゃんとネジロック剤使ってるんで、そんなに強く締める必要はないです。で、締め込んだ後も、なおかつ、ここがスムーズに動いてるか、これを確認してください。これで、今、こっち側、芋ネジを打つことができましたと。で、反対側も同じ作業で、芋ネジを取り付けていきます。ネジロック剤ちょびっとつける。D カットがちゃんと来てるか、見る。まあ、こっちとこっち一緒ですけどね。こっちが、芋ネジこっち側向いてれば、もうあとこっちは D カットこっち向いてるんで、そんなに難しくないと思います。で、ここに、芋ネジを軽く、まあ、トン、こう締めてってトンって当たったらちょっと戻すぐらいでいいです。で、これがスルスル動いてるかなっていうのを確認して、本締め。はい。これで、本締めした後にもスルスル動いてるかなっていうのを確認して、これで OK ですね。はい。まあ、ここまで来ればあと一息で完成っていう感じです。はい。じゃあ、あとは、ここか。このリンケージですね。これを、この長いシャフトが入ってたと思うんですけど、これですね。これを使って、この左右のナックル、これの動きをですね、両方同じように動くように、リンケージでリンクしていきます。ここで使うのはこれですね。このロッドエンド。これを、まず、この両側にですね、取り付けていきます。まあ、これはねじ込むだけなので、そんなに難しいことはないと思うんですけど、注意点としては、同じぐらいの量、回転数というか、こうペンチかなんかで掴んであげて、回らないようにして、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15みたいな感じで、一応回した数、数えておいて、反対側も同じ回数ですね。回してあげるっていうような感じで調整していくといいと思います。4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15。これで今のところ両方15、15なんで、まあ大体同じ量ですね。こう締め込んで、同じ量、こう深く入っているっていう状態になると思うんですけど、ちょっとまだ長そうなので、1、2、3、4、5、6、7。1、2、3、4、5、6、7。一旦これでちょっと当てがってみたいんですけど、ここで
まずこれですね。ここで、まずこれですね。この金色の玉。これをですね、ここに入れちゃいます。こんな感じで、ポコッと中に入るんで、入れてあげて、で、この時に中の玉がですね、軽く動いているかどうか、くるくるくるっとちょっと動かしてあげて、スムーズに動いている状態かどうかっていうのを確認して、もし動きが渋いようだったら、ちょっとペンチか何かで、挟んで、ギュッと、ギュッてやって、ちょっと角度変えて、またギュッてやって、ちょっと押さえてあげるんですよ。そうすると、緩くなるんで、これでちょっとスムーズに動くようになるように調整してあげてください。でこのペンチなんですけど、理想はこういうなんか先がソフトタイプになってるやつが一番使い勝手はいいんですけど、なかなかこれ家にあるよっていう人あんまりいないと思うので、普通のペンチの場合は、傷がつくとかそういうの気にならない人は、そのままもう金属製のペンチのままギュッと押さえちゃっていいです。で、ちょっと傷がつくのが嫌だなっていう場合は、なんか厚紙みたいなものとかをかまして、布とかでもいいと思うんですけど、そういうのをかましてギュッと、かしめてあげるといいんじゃないかなと思います。はい、じゃあこれで一旦取り付けて長さがちょうどいいかどうかっていうのを確認したいんですけど、このネジですね、この短いやつが入ってたと思うので、これを使って一旦取り付けてみます。はい、じゃあこれ取り付けるんですけど、こうか。手前から見て赤い玉が右に寄ってます。この状態で、下から取り付けたいので、ちょっと取り付けてお見せした方がわかりやすいかもしれないですね。で、ここですね。これは、内側、こっちじゃなくてこっちを使って取り付けます。じゃあちょっと一旦取り付けちゃいますね。で、ここも、ちょっと締め付け具合の話なんですけど、途中までスルスル回るんですよね。で、スルスルっといって途中で止まると思うんですよ。で、止まったところから、どうでしょう ?30 度、40度ぐらい。30度もないですね。15度ぐらい。スルスルっと回って止まりましたっていうところから、ぐっと、15度ぐらいだと思います。ぐっと締め付ける感じ。これでよっぽど外れることはないです。ここは僕はいつもネジロック剤とかは使ってないですね。で、たまに外れることはありますけど、めったにないです。ただこれもですね、ちょっとどうしても、なんていうのかな、経験みたいなのが必要になっちゃうんで、あまりにも強く締めるのは危険なんですけど、ここはある程度強く締めても、そんなにネジ穴が壊れるってことはないと思うので、どちらかというと、結構強めに締め込んでおいて、外れないようにしておくと。ちょっとこの、玉があるじゃないですか、金色の。ここにネジロック剤が染み込んで、動かなくなっちゃうとかっていうのはちょっと心配なので、僕はここはネジロック剤は使ってないです。こんな感じで途中までスルスルっと回していって、止まったところからぐーっと締めておく。ここは、当然ビスも金属ですし、メスネジ穴の方ですね。こっちも金属ですし、で、その間にはまるこの真鍮の金色のパーツあるじゃないですか。これも金属、全部金属なんで、結構強く締め付けても大丈夫かなというので、ぐーっと締め付けて、そうそう外れることがないようにしています。はい。で、これで取り付けができました。この状態ですね。赤い玉が向かって右側。で、下側からこのリンケージを取り付けている。ここですね。ここは下側からネジを上に向かって取り付けています。で、ここでチェックしてほしいのが、この両側にあるアクセルですね。これが、水平というか直線になっているかどうか。今これ画面で見るとちょこっとだけ両側上がってますよね。ちょっと万歳してる状態。ほんのちょこっとですけどね。でこれが、一応トーインっていう状態になってます。でこれが逆に、下がってる。両方下がってると、車体に取り付けた時に前側が
まあ、開くような形のハの字になるっていうので、トーアウトっていうんですけど、これが、まあ、セッティングの部分なんで、人それぞれっていうところはあるんですが、僕は個人的には、WPL の、まあ、クローラーで遊ぶみたいな状態、そういう目的の場合は、平行が一番いいかなと思ってるので、特にこだわりない方は、平行にしていただけば問題ないかなと。で、ちょっとその辺こだわり、何か考え方があって、セッティングの範疇でトーインにするよとか、トーアウトにするよっていうのは、もちろん全然やっていただいていいと思います。じゃあ今回これ、両側ですね、トーは0度。つまり全く平行にするっていう風にしたいなと思うので、今、ちょっと上に万歳してる状態ですので、これをちょっと伸ばしてあげたいと思います。じゃあ調整のためにまたこれ外すんですけど、このネジもう一回外していただいてもいいですし、僕ちょっと面倒なんで、こんな感じで外しちゃいます。こう外して、ちょっとコツがいるかもしれませんが、慣れると結構簡単に外せますので、これで外せそうな人はこれで外してもらって、ちょっと難しい場合はネジを外してもらってもいいと思います。で、これをちょっと開きたいので、こう滑らないように持って、まあ、どうでしょう。さっきの具合だったら、半回転ずつでいいかなっていう感じですね。半回転。半時計回りに回して、これが開くようにしました。で、この時に、ちょっとさっきもっと初めに言っとった方が良かったかもしれないですけど、この向きですね。こっちから見た時に、このシャフトの両端がへの字に曲がってる状態。今下に下がってますよね。で、この向きで見た時に水平になる。ちょっと水平じゃないな。これぐらいかな。こうまっすぐになる。っていうのが理想的です。で、これにまた取り付けていきますね。まあまあ、これは元に戻すだけなんで、こうパツッと入れて、こっちもパツッと入れて、これでどうでしょう。こんな感じになりました。まだ若干万歳してますね。もうちょこっといきますか。さっき半回転じゃなくて1回転ぐらいしちゃってもよかったかもしれないですね。こんな感じで。もうちょこっとだけ伸ばしました。で、もう一回取り付けてみます。これでどうでしょう。ほぼほぼ、直線になってると思うんで。まあ、これは実際に車を組み立てて、また全部完成した状態の時にももう一回見て、後からここ外して調整するだけなんで、後でまた気になれば調整すればいいかなと。まあ、この時点ではだいたいこう直線になってれば問題ないと思います。はい、これで、フロント。やっぱりリアに比べると結構大変ですよね。フロントのアクセル一式が完成したと。で、あとここにサーボとつなげるリンクがついてくるんですけれども、それは実際に車体に搭載するときに、調整しながら取り付けをしていきたいなと思います。はい。というわけで、フロントアクセル、リアアクセル完成しましたので、ここからあとは車体に取り付けていくっていう流れになりますが、やっぱりこのメタルアップグレードパワーセットの組み付け、組み立てっていうのは長くなりますね。今回の動画かなり長くなっちゃったんで、一旦これで前編っていう風にしたいと思います。アクセル組み立ててお疲れ様でしたと。ここまでで前編。で、後編でですね、これを実際に車体にまたちょっともろもろ調整しながらっていうところはあるんですけれども、実際に車体に組み付けていくっていうところを後編という形でやりたいと思います。なので、今回の動画ですね、一旦以上で終わります。はい。実際にこれ見ながら組み立てた方ですね、かなりお疲れだと思いますが、まあ、組み立て大変ですが、まあ、ゆっくりじっくりですね、こういう組み立て自体も楽しみながらこう、なんていうのかな、焦らずに、楽しみながらやっていただけると、いいんじゃないかなと思います。じゃあ、今回の動画以上になります。ご視聴いただいてありがとうございました。